いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今回は東伊豆町に河津桜祭りとソウルフードの肉チャーハンプラスアルファの動画となります。去年も1軒肉チャーハンを紹介させていただきましたが、今年はいろんなお店の肉チャーハンを食べに行き、皆様と情報共有したいと考えております。よろしくお願いします。さて、今回紹介させていただくお店は東伊豆町稲取にありますファミリーレストランヤシさんになります。こちらは創業50年以上の地元の方に長く愛されている老舗の洋食屋さんで、美味しいものをより安くをモットーに営業されているとのことです。入り口のディスプレイを見るとお弁当の600円があったり、美味しそうなメニューがたくさんあります。いやー、楽しみです。それでは行ってみましょう。お邪魔します。入った時の印象はおしゃれな喫茶店となっており、客席はカウンターが7席で、奥には個室風なテーブルがいくつもあり、合計32席あるとのこと。その他にも24名まで入れるパーティー室まであるようです。窓から見えるお向かいの今川焼き屋さんですが、こちらのお店が営業されているとスタッフさんに聞いたので、帰りに寄ってみたいと思います。それにしてもおしゃれな店内です。カキフライもあるようです。それではメニューを見てみましょう。トップページはランチタイムの紹介です。11時から14時半まで980円のランチメニューがあり、エビフライ定食、ヒレカツ定食、ハンバーグ定食、コロッケと唐揚げ定食があります。ランチか定食を注文された方は、こちらのドリンク1杯のサービスもあるようです。ドリップコーヒーはプラス100円で、軽食でドリンクをつける場合はプラス250円になるようです。続いてはお食事メニューです。ハンバーグ定食、ミックスフライ付きハンバーグ定食、生姜焼き定食、ミックスフライ付き生姜焼き定食があります。続いては牛ステーキ定食、ミックスフライ付きステーキ定食、生姜焼きハンバーグ定食、ミックスフライ定食です。続いてヒレカツ定食、エビカツカレー定食、エビカツフライ定食、エビフライ定食、とんかつ定食、牛煮込み定食です。これすき焼きっぽくて美味しそう。続いては軽食のメニューです。ナポリタンにヤシ特製肉チャーハン、焼きそばにかき揚げうどんにそば、特製カレーうどんに特製カレーがあります。肉チャーハンって軽食なんですね。他にも軽食やおつまみ、ドリンクメニューもありますが割愛します。ヤシ特製肉チャーハン980円です。まず肉チャーハンを知らないという方に簡単に説明しますと、肉チャーハンとは卵チャーハンの上に肉野菜炒めの醤油味あんかけを乗せたものになります。店により味も具材もボリュームも違うため、東伊豆に行く楽しみの一つになると思います。気づいたらいつもの癖というか、ラーメンの海苔で箸を使ってました。チャーハンならレンゲかスプーンですよね。ちなみにこちらの肉チャーハンは上掛けの味付けが濃いめで、肉野菜とあんかけの量も多いので、先に上掛けがなくなる心配はなく、最後まで美味しくいただけます。お次はお味噌汁をいただきます。お味噌汁は具沢山の豚汁でびっくり。すごい得した気分になりました。さすが軽食。肉チャーハンも味噌汁もペロッと完食です。続いてはランチメニューのハンバーグ定食980円です。ハンバーグってなんかテンション上がりますよね。大人になっても子供の頃の純粋な気持ちを忘れてないってことですかね。最近ではランチでもハンバーグが1000円以下で食べられるお店が減ってきているように感じるため、すごいお得な気がします。それではいただいてみます。ふっくらと柔らかくジューシーなハンバーグでご飯が進みます。見ての通り熱々で提供してくれるので、やけどの注意ですね。さすが洋食屋さん、期待を裏切らない美味しさです。最後にドリンクが出て終了です。美味しい食事を堪能し、紅茶でほっと一息ついたら、こちらのヤシさんが経営されているお向かいの今川焼き屋さんに行ってみたいと思います。ではお邪魔します。店内は広く明るくてとても綺麗です。こちらのご主人に話を伺ったところ、この今川焼き屋さんのオープン前に先ほどのヤシさんでお味噌汁を作ってからこちらに来てるとのこと。オーナーさんなのかな。こちらの商品は白あん、カスタードクリーム、粒あんの3種で
ご主人曰く、焼きたてのカリッとした食感も美味しいんだけど、お土産用にラップに包むと生地がふわっとして僕はこっちの方が好きだなぁと教えてくれました。そう言われたらつい買っちゃいますよね。で調子に乗って4つも購入。まあ甘いものが好きなのでペロッと食べちゃいますけどね。というわけで今回は稲取のヤシさんを紹介させていただきました。肉チャーハン、ハンバーグ、今川焼きと全部美味しかったです。ごちそうさまでした。続いては河津桜祭りの様子を軽く紹介します。第34回河津桜祭りは2月1日から29日の1ヶ月間の開催で、駐車場は普通車なら1台1000円、バイクは1台500円となっております。ここには先ほどのヤッシさんの前に行ったのですが、この日は雨予報だったため大雨ならスルーしようかと思いましたが、タイミングよく雨が降ってなかったので無事に見に行くことができました。それでは短い動画となりますがご覧ください。川沿いがずっと桜並木となっており、とても美しいです。また河津桜はよく見る桜と比較してもピンクが濃いというか鮮やかなのが特徴です。今ご覧になっている河津桜ですが、この河津川沿いには約850本もの桜が咲き、全体では約8000本の桜が咲いているとのことです。川の近くに降りていくとこんな風景を楽しむことができます。この場所からぐるっと見渡すとどんな感じになるのかを動画に収めてみました。なかなか良いものが撮れたのではないかと思います。本当天候だけが残念です。この前の堂ヶ島の夕日目的の動画もそうですが、計画していった時に限って微妙な天候なんですよね。まあでもこの天候のおかげで観光客も少なく、かなり空いてたこともあってゆっくりと動画を撮ることができたのはラッキーだったのかもしれないですけどね。この日がもし快晴だったら買い物どころか歩くこともままならない状況だったりしますからね。それにしても美味しそうな店がたくさんあります。この後昼ご飯なのに誘惑が半端ないです。で結局誘惑に負けて買っちゃいました。桜たい焼きと桜甘酒です。とっても美味しかったです。そういえばこの日は2月の半ば過ぎだったのですが、この河津桜祭りよりも早く開催している桜祭りがあることをご存知でしょうか。それは熱海桜糸川桜祭りです。こちらは日本で最も早咲きの桜とのことで、この日は2月の上旬に偶然開催していたため何枚か写真を撮っておきました。こういう何も計画してない時に関してはすごい快晴だったりするんですよね。ということで桜や綺麗な景色に興味のある方は1月末から2月の上旬は熱海の桜祭りで、2月の中旬は河津桜祭りとそれぞれの桜や街並み、食事などを楽しんでみてはいかがでしょうか。いつも最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルが少しでも気に入っていただけたのであればチャンネル登録、高評価、コメントなどいただけると嬉しいです。それではまた次回動画でお会いしましょう。ありがとうございました。